皆さんおはようございます。今日は朝食の様子から日本人の僕が普段何を食べているのかご紹介したいと思います。同時にこの動画が日本語のお勉強の役に立ったらすごく嬉しいです。まずは冷凍庫から冷凍野菜を取り出します。冷凍庫からほうれん草、枝豆、パプリカなどの冷凍野菜を取り出します。これは冷凍ブロッコリーです。これらは業務スーパーで買いました。業務スーパーの冷凍野菜は調理の手間を省くことができるのですごくおすすめです。今度は冷蔵庫から鶏胸肉を取り出しました。鶏胸肉はタンパク質が豊富で脂質が少ないのでよく食べています。僕はタンパク質と野菜を食べるようにしています。体調管理や体型維持のためです。鶏胸肉を包丁で切りながら計量器で測っています。鶏胸肉を容器に入れたので今度は冷凍野菜を入れます。まずは冷凍ほうれん草を入れます。今度は冷凍ブロッコリーを入れます。これらの冷凍野菜は袋をクリップで締めて冷凍庫で保管しています。今度はパプリカを入れます。パプリカが容器からこぼれてしまいましたね。こぼれたパプリカを拾って容器に入れ直します。今度は枝豆を入れます。この枝豆はあらかじめ皮を剥いてあるのですごく楽です。今度は味付けをしたいと思います。鶏ガラとコンソメで迷いましたが、コンソメで味付けしようと思います。醤油で味付けする日もあります。今度は乾燥わかめを入れます。日本人は昔から海藻をよく食べる習慣があります。容器に蓋をして電子レンジで加熱します。600ワットにセットしてダイヤルを回して8分30秒にセットしました。電子レンジで加熱している間に使った包丁やまな板を洗いたいと思います。スポンジに洗剤をつけてゴシゴシと洗います。ゴシゴシはオノマトペです。しっかりと洗っている様子を表します。洗剤で洗うことができたので水道水で洗剤を洗い流します。使った食品もしまっていきます。乾燥わかめを引き出しの中に入れます。コンソメと鶏ガラもしまいます。計量器をしまうのを忘れていたのでもう一度開けてしまいます。冷凍野菜も冷凍庫にしまいます。日本では冷凍野菜や冷凍食品がたくさん売られていて冷凍庫の需要はすごく高いです。
鶏胸肉も冷蔵庫のチルド室に入れます。しまったら冷蔵庫を閉めます。8分30秒経ったので、一度中身を見てみます。普通に取り出そうとしたら中身が熱かったので変な持ち方になってしまいました。お肉に火が通っているかどうか心配なので、もう一度電子レンジで温めます。今度は3分ぐらいにセットしてもう一度加熱します。加熱し終わったので、今度はタオルを使って手が熱くならないように容器を取り出します。蓋を開けて中を見てみます。湯気でカメラが曇ってしまいましたね。火が通っているので、これでいただきたいと思います。容器をタオルを使って持ってテーブルに置きます。糖質も取っておきたいので、今日はじゃがいもから糖質を取ろうと思います。じゃがいもには土がついているので、水でじゃがいもをよく洗います。日本人は白米を食べることが多いですが、白米だと血糖値が上がってすぐにお腹が空いてしまうので、野菜や血糖値の上がりにくい食べ物から糖質を取るようにしています。じゃがいもはラップで包んで電子レンジで加熱したいと思います。皆さんお気づきの通り、僕は電子レンジをめっちゃ使います。じゃがいもをラップで包みます。ラップで包んだじゃがいもを電子レンジで加熱します。ダイヤルを回して6分にセットします。野菜やお肉は出来上がっているので、早速いただきます。綺麗な盛り付けではないですが、すごく美味しいです。暑いのでフーフーしながら食べています。日本人は普段箸を使ってご飯を食べます。箸の使い方を覚えるための道具などを使って小さい頃から教えられます。食べ進んで食べ終わりが近づいてきました。野菜やお肉を食べ終わりました。じゃがいもが温め終わったので、今度はじゃがいもを食べたいと思います。じゃがいもをいただきます。実はこのシーンは iPhone の内カメラで撮ったので、僕が左利きみたいになってしまいましたが、本当は右利きです。じゃがいもがホクホクしています。ホクホクは加熱したてのじゃがいもや焼き芋などが出来たてで熱い様子を表すときによく使います。他にもかぼちゃだったり、根菜が加熱したてで
あったかい様子を表すときによく使われます。じゃがいもも食べ終わりました。ごちそうさまでした。最後にスープを飲みたいと思います。本当は食事の一番最初にスープを飲むと血糖値の上昇が抑えられるので、一番最初にスープを飲むのがおすすめです。このクノールのスープはお湯を入れるだけでスープが完成します。このようにその場ですぐに作れるものを即席やインスタントという言葉で表します。なのでこれは即席スープと言います。ラーメンの場合は即席ラーメンやインスタントラーメンと言います。スープも食べ終わりました。ごちそうさまでした。最後に使った食器を洗います。皆さん最後まで動画を見てくれてありがとうございます。皆さんも朝食で何を食べているのかぜひコメント欄で教えてくださいね。皆さんの朝も素敵な朝でありますように。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。